らがストーンペイント、ホース仕上げで中に石英が含まれている仕上げになります。で奥のこちらの天井が大理石の粉そうか、違う。はい、同じ兄弟なんですけど、中に含まれているお伝えの種類が違うので、石英の方が大きいので、より陰影が出てと、あとエッグシェルで詰めしたりで色を楽しんでもらうみたいな感じが多いですね。ベース、周りのベースカラーをまず絞っていって、そこに4段階ぐらい濃いインテルナイロンの種を選んでいくと、結構振り幅が大きい方を先選ぶと、そっちベースになっちゃうとあれかなみたいなのがあるので、これを全体に塗るともうちょっと薄くなりますもんね。なります。ワントーンから半トーンぐらいちょっと明るく見えるんで、それにプラス今回は、もしスムースインパスと塗られると、それにまた半トーンぐらい明るくなったりとかするので、だいぶ薄く見える傾向があります。広い壁になるとより白くなるってことですね。石膏画でより白く見えて、なおかつ光が当たったりするとピカーっていう結構落ち着かない感じ。その色味でこれぐらい白く見えるんで。青みは出ない。イメージこっちの方かな。ここにサイネクスぐらいがで、一番真っ黒なのがこのアニシードの真っ黒で、青み、黄身でちょっとダークグレーの青みみたいな形の色味ですね。ここら辺がどっちかというと黄身のとか青みのよりグレーの彩色系近い。若干青を感じる。めっちゃいい。流れとしてはまずこのマスキングテープを使って塗装のラインを出していきます、でその後にこのマスカーを使って面の保護をしていって最後あとコーキング剤というものを入れていただくとより綺麗に仕上げていただけるので、一応この3段階でお伝えさせていただきます。1、2ミリぐらい隙間開けて貼っていただきます。ちょっとここだと分かりづらいんですけど、こんな感じでちょっと隙間を開けて貼ります。こんな感じで15センチぐらいずつ出して、まずこう支点を押さえていただいて、先にこっちの手で終点を決めて鳴らすっていう、この繰り返しでやっていただくと綺麗にマスキングテープ結構使えますね。養生の他にもコンセント周りとかもこういうマスキングテープで全部養生していくので、こうマスキングテープ消費してます。綺麗に。スッキリいいですね。それだけなんですけど、違う目的をしてる。結構日常生活とかにも使えたりとかして、よく見るのがお子さんの食べこぼしとかを生姜に引いて、ご飯だけで生姜引いて、そのまま丸めて引いたりみたいな。いっぱい買ってる。もう大丈夫。これそんなにギリギリされない。ここにコーキング入れていただくことで、こんな感じでパキッとラインが綺麗に出ることできるので、このコーキング剤入れていただくとこんな感じで塗装のラインが綺麗にできるっていうのが目的としてあるので、このコーキング剤を入れていただきます。これをこのマスキングと壁の隙間のところにちょんちょんちょんと薄くちょんちょん塗っていきます。こんな
感じで塗ってもらって、本当に薄くでいいので、ここに塗った後に指で伸ばしたりとか、指でも今のちょっと指がっていう感じであれば今度小分けとかでも全然いいんですけど、ピンと本当に薄い膜を貼るようなイメージでここに貼って塗っていただきます。今回も全部共通なんですけど、こう石の粒とかが全然知ることよくあるので、開けていただいたら混ぜやすい攪拌できるもの、まあ、ヘラとか何でも大丈夫なんですけど、で下からよくかき混ぜていただいてからご使用いただきます。これストーンペイントファインのテクスチャーですね。意外と塗料が乾きやすくて、結構放置してると乾いちゃうので、なんかバケツに使う分だけ継ぎ足しで入れてもらって、もうなくなったらその都度また入れるっていうような感じでいただきます。いいね、ポイントがあって、なるべくバッテンだけじゃなくていろんな方向につけていくっていう。で、あとハケをなるべく寝かせて塗っていきます。つなげて塗ってしまうと、つなげた先々で塗ると曲がりやすいので、必ず払いでます。塗料はこの毛先だけにつけるぐらいで大丈夫です。ちょっとつけすぎちゃったらバケツの切りとかで落としてもらえるので、置いたところから厚塗りになるので、ここを中心にここから広げて塗っていきます。ここだけじゃなくていろんなのに広げてかすれて伸びなくなってくるので、伸びなくなってきたなと思ったらまた同じ量をつけてもらって、でこのかすれてるところにまた2回置いて、でここからまたさらに広げて、で1回塗ったところから乾燥始まって、この辺が半乾きの状態になってくるので、なんかこう虫でもここしっかり塗れてないんですけど、垂れ流しとかがあってもこういうかすれみたいなところですね、2回目でカバーしていけるので、基本的には進めてしまうので、火を内側に入れちゃうと、ここで塗料をこそぎ落としてここで溜まっちゃうので、ここを塗るときは手を外側に動かしてできます。これもなるべくいろんな方向にやっていただけると、はけ目きれいにつく。隅のところ、入れ墨のところ、ここも大きいはけで塗るときは、先に横に歯ブラシみたいな感じでゴシゴシやっちゃいます。マニキュアと同じ原理で、半額のところに入れ替えるとグニュッちゃうんでしてます。で、さっきよりも結構シャバシャバの塗料になります。ライムウォッシュで一番気をつけたいのが、さっき中山も言ってたんですけど、はけ目の入りといって、こっちはランダムにひたすらバーって塗っていただくと思うんですけど、この置いた時のこの1投目の置いたところの跡が結構出やすいので、これを消しながら塗っていくっていうのがあります。はい、これをちょっとこうイメージしながら塗っていただきたいのがこのラインモーション。置いたところをまた消して、でこう置いたところをまた消して、この繰り返しでどんどん。
す。